美術書でしか見たことない作品の現物を実際にこの目で拝めるとは、さすが黎明の国国立美術館。なかなか見応えがありそうだ。この絵の百獣のすげえいい笑顔してるじゃん。これってどういう状況？あ、トド先輩教えてよ。あ？なんで俺がてめえに根節丁寧に説明してやらなきゃなんねんだ。ちょうどいいところにいたから。トド先輩にもわかんねえなら別にいいけど。わかった。わかったから無駄に絡むな。話を聞いたらとっととどっかに消えろ。自分が理想とする国を作るにはハイエナたちの協力が不可欠。そう考えた百獣の王は交渉のために自ら彼らの住処に足を運んだ。そしてハイエナたちの能力をどのように生かすべきか語って聞かせた。これはそのシーンの絵だ。んでハイエナたちはどうしたの？百獣の王の話におとなしく従ったわけ？そもそもハイエナたちは嫌われ者だった。それを王の直属の部下として重用してくれるって言うんだぜ。ハイエナどもからしたらとんでもない待遇だ。当然王の話に乗ったらしい。世間の評価に惑わされず、それぞれの能力を冷静に判断して適した仕事を与える。百獣の王が優れた統治者だとわかるワンシーンだ。そう？勝手に評価されて勝手に仕事を押し付けられるとか、俺にはいいとは思えねえけどな。スポーツだって同じことだろう。シュートが得意な選手にディフェンスを任せたり、筋力のない選手にパワープレーを指示したり、そんな無茶な要求をする監督の指示を聞いてたら勝てる試合も勝てない。てめえのバスケ部だってうちだってそこら辺は同じだ。スタミナや筋力がなくても使い道はある。例えば手先が器用ですばしっこいやつには敵からボールやディスクを奪う役割を徹底させればいい。あとはコントロール力に長けたやつが敵ゴールに押し込んでやるだけだ。コート内をせわしなく走り回らなくても点を取る手段なんざいくらでもあるんだよ。トド先輩の言い分は分かったけどさ、部員が指示に従わなかったらどうすんの？俺つまんないことはしたくないんだよね。バスケ部の試合中も飽きちゃうことが多いし。バスケ部はご褒美の一つも用意してくれないのか？マジ太部って勝つとなんかもらえんの？ああ、とびきりのごちそうをもらえるぜ。それは勝利だ。うちの部は実力主義。試合に貢献できなければ即主力メンバーから外される。だが活躍できれば一躍脚光を浴びて学外にも名を知らしめることが可能だ。それに学園もマジフトには力を入れているから場合によっちゃ成績にも反映される。そもそも一戦一戦の勝利の重みが他の部活とは違うんだよ。真面目そうだからマジ太部は嫌だって思ってたけど、実力主義なところは面白そうじゃん。俺もマジ太部に入ってみようかな。向いてると思わねえ？絶対にごめんだ。つうかいつまでついてきやがる。話は済んだぜ。とっととどこかに行きやがる。じゃあ次ね。この絵は何？この絵は茨の魔女の部下たちが主の偉業を祝った場面を描いたものだ。緑の炎を囲んで踊ってんのかな？キャンプファイヤーみたいじゃん。楽しそう。確かに随分と無邪気な様子だ。茨の魔女の部下は面倒事を厭わないらしい。面倒事って、そういや火を使ったら後始末がいるんだっけ？さすがは人魚様。火災とは縁のない奴らしい能天気さだな。陸ではどんなに小さな火でも扱いを間違うと事故に発展することがある。空気が乾燥した場所、俺の故郷でもある夕焼けの草原なんかでは特にな。雨季ならともかく寒気には注意が必要だ。万が一に備えて定期的に消火演習が行われてる。へえ、
その消化演習ってやつ、トド先輩も参加してたの？ああ、言った通り、うちの国で火災は死活問題だから、消火演習は重要な儀式のようなものだった。めんどくせえが、国民の模範となるように王族は強制参加だ。国民も多く集まって見学するから、そこそこ大きなイベントごとと言えるだろう。まあ俺はうっかり行事があるのを忘れて不参加なんてこともあったが。その演習ってどんなことするもんなの？端的に言えば放水訓練だな。数人がかりで大きなホースを抱えて実際に燃えている火を消火する。なんか思ってたより地味。そんなの見学しても面白くなさそう。いやいや、見学するだけなら悪くない行事だと思うぜ。へえ、どうして？王族の連中が巨大なホースに翻弄される愉快な様子を拝めるからさ。集まった国民は国のために懸命に尽くすその姿に心動かされているようだが、俺に言わせりゃ見どころは他にある。舞い上がる土ぼこりで汚れた衣装、煙が目に染みた情けない顔、そして濡れて覇気のなくなったご自慢のたてがみを見ていると多少はせいせいするからな。トド先輩、ほんといい性格してんね。うっかりどころかずっとその行事に不参加だったでしょ。さあどうだろうな。これって砂漠の魔術師が魔法のランプを手に入れた時の絵かな。すっげえ嬉しそう。砂漠の魔術師の絵ってキリッとした表情が多いからなんか神聖。さまざまな困難を乗り越えて念願のランプをようやく手に入れたって話だ。嬉しさもひとしおだったんだろう。ランプ一つのためにすっげえ頑張ったってこと？いろんな試練があるってのは面白そう。欲しいものが簡単に手に入ったらつまんねえもん。難しければ難しいほどやりがいがあるじゃん。なるほど。この間お前が授業をサボってたのも単位の取得を困難にするためか。ずいぶん言うね。自分なんか俺よりサボり魔のくせに。てかトド先輩もあの時植物園にいたんだ。いたならサボり仲間同士声かけてくれればよかったのに。俺は誰かさんと違って無駄口は叩かない主義なんでね。木陰でおとなしく目を閉じていたさ。せっかく安眠できる場所を探してきたのに、おしゃべりなんかで時間を割くのはごめんだ。本来ならもっと静かでもっと涼しくてもっと過ごしやすい、そんな快適な環境で眠りたいもんだぜ。ただ寝るだけなのにすっげえこだわり。そんなに多くは望んでない。最低限てめえがいなけりゃそれでいい。想像しい場所で寝るのは睡眠の質にも影響するからな。睡眠に質とかあんの？どこでどう寝ようがそんな変わんなそうだけど。俺はお前と違って繊細なんでな。睡眠の質が落ちると頭の回転に影響するんだよ。思うように頭が働かなくてずる賢い連中に足元をすくわれでもしたらたまらない。せめて自室にいるときは良質な睡眠を取れるように多少は配慮してるぜ。例えば？ベッドの下にラグを敷くことだな。それだけでも開花の音が少なからず響かなくなる。何せ一年どもは4人部屋。縄張り争いの怒鳴り合いや喧嘩も日常茶飯事だからといっていちいち俺が首を突っ込んでたらあいつらのためにならないだろう。だから他にもいろいろ工夫して雑音を遮断してるってわけだ。お互いのためにな。後輩のためとか言っといてトド先輩が静かに寝たいだけじゃん。やれやれ、先輩のありがたい配慮が伝わらないとは嘆かわしい限りだな。つか俺絵ばっか見んのも飽きてきちゃった。どっか別のとこ行こうっと。ああ、さっさと消えろ。本当に気分屋なやつだ。さて俺もライオンの王が
我が子を国民にお披露目するシーンを描いた作品か。なんとまあお気楽そうな表情で希望に満ちた未来を信じて疑わないこいつらの表情に絶望が浮かんだその時は心から言ってやれそうだ。王よ、永遠に幸あれってな。